こんにちは、のすけです。沸騰冷却専用の PC ケースを自作する企画。前回の動画で沸騰冷却の部分が完成。冷却性能にがありましたが、今回は超会議までにやりたかったことをやっていきます。やりたかったこと ① はこのあたり。なんか普通、小モデルとして寂しい感じ。安心してください、レーハーにする妙案があります。まず、HDD の皮をひん剥きます。エレクトロニッククリーナーでシールを溶かしつつ、デザインナイフでかっぴらき。剥かれました。蓋はトルクスのネジで閉まっているようです。T6 ってやつでした。蓋を取り外し、ゴミが入らないように慎重に蓋を開けます。蓋は 0.3 ミリ厚の鉄板1枚。こんなに薄いんですね。プラッターさんこんにちは。プラッター、アーム、ヘッドの飛び出し具合を確認。黒いケースより飛び出しているところはなさそう。確認したら蓋をそっと閉じておきます。HDD の外径寸法を測って、2ミリのアクリルの板を切り出し、単面はヤスリで整えておきます。HDD のネジの位置を白い紙に転写して、白い紙をアクリルに貼り付け、ボール板でファイ2ミリの穴を開けます。出来上がり。HDD は2つあるので2つ用意しました。HDD にアクリルを取り付け、そうつまり、シースルー HDD になります。ネジは首下が足りなくなるので、メガネ用の精密ネジを用意しました。M1.4×8 ミリです。ネジを締めて出来上がり。マンダーアーム。これはかっこいい。PC に取り付けます。これはメカメカしい。が、ちょっと奥の方にあるので光が当たりにくい。せっかくのシースルーが空気になってまう。安心してください、ライティング用意してます。買ったのはこれ。ファンの LED とは分けて制御したかったので、アドレッサブルじゃない RGB の LED を買いました。こんな感じで LED テープを適当な長さに切って、コネクタと配線をペンチで圧着、接続していきます。当初、間接照明にしたかったので、こんな感じでアルミフレームに内蔵しようと思っていたのですが、この LED テープ、曲げに貧弱すぎて無理でした。LED テープを追加で購入、3日くらいゴニョゴニョして、どうにか形になったのですが、そのあたりは大幅にカット。最終的にこんな感じになりました。LED テープの光が奥に向くように、アルミフレームの溝に差し込んでいます。間接照明もどきになっているので、そんなに眩しくはない、ですが、溝からテープがはみ出してしまっているので、ちょっとかっこ悪い。今回は時間がないのでこの辺りで勘弁を。最後に、もう一つやりたかったこと。ステッカーの貼り付け。小モデルなんで、スポンサーとかいないと、かっこ悪いよね。ということで、自作ステッカーを貼り付けていきます。ケーブルモドさんからはオリオスペックを通して、商品提供してもらいました。ありがとうございます。最後に超会議のステッカーを貼り付け。位置はだいたいこんな感じかな。マスキングテープを基準に、本番貼り付けしました。まあまあかな。ちなみにイメージは池谷パイセンのシルビア。で、裏面は、日頃お世話になっている、ニコニコのサポーター、YouTube のメンバーの名前を刻むことに。まずは皆さんおなじみのキヨさん。スイッチボックスにブラケット、ファンの網まで、いろんなものを FDM プリンターで作ってもらいました。本当にありがとうございます。
キヨさんの YouTube チャンネル。FDM の真髄とレオくんリトくんが見れます。どうぞごひいきに。ここからはメンバー歴が長い順に貼り付け、のすけはいつの間にかニートになってしまったので、月90円のサポート外に染みます。本当にありがとうございます。最後に提供の文字を貼って完成。総勢20名、本当にありがとう。沸騰冷却 PC はご覧のスポンサーでできています。あ、下の方に余白あるので、今からスポンサーになっても名前刻めますよ。で、そんな皆さんが気になっているのは、体重ですよね。17.18kg、8.6kg。これは重い。240mm 厚さ 60mm のラジエーター2個。前面 5mm 厚のアクリルパネル。そしてのベックだけでも 1kg ある。これはデブすぎ。超会議の会場までの輸送が超心配になってきました。最後に動作確認しておきます。スイッチ、オン。アクリルパネル越しでも LED の光り具合はいいですね。むしろアクリルパネル越しの方が高級感あるかも。Windows 起動で白ライティング。ちょっとずつ部屋を暗くしていきます。これは理科室っぽい、いい感じだ。真ん中のアップ。すでにのベックの沸騰は始まっています。ちょっと色を変えるとこんな感じ。これは目がチカチカ不可避。無難に白がかっこいいような気がします。ちなみにシースルー HDD は、上段は正常な速度が出ています。下段も。ライトが変ですな。たまたまかな？で、何回かやってみたのですが、性能が安定しない。最後はリード8万、ライトレイという変態な結果。上段も下段も同じようにシースルー化したのに。本当はシースルー HDD2 台でレードを組みたかったけど、超会議までには無理かも。ということで、HDD については時間が余ったら、原因究明やろうと思います。というのも、出店の準備をまだ何もやっていないので、荷物を発送したり、沸騰冷却 PC の梱包を考えたり、前日当日のスケジュールも考えなくちゃ。あ、ちなみに展示は沸騰冷却 PC だけじゃなくて、ルール無料 JCJC でネタ枠ミニ四駆最速のコースも展示するので、あの職人技が生で見れるチャンスです。ぜひ会場に来てもらえると嬉しいです。ということで、次回は超会議の後になると思います。ではでは。